今回のテーマですけれども、職業能力開発の概要についてお話ししたいと思います。皆さんは職業能力開発という言葉にどのようなイメージをお持ちになるでしょうか。聞いたことはあるけれども、どういう内容なのか知らないなという方が大半だと思います。職業能力開発とは、仕事に役立つ能力やスキルを身につけるための学習活動というふうに考えていただければいいかと思います。私の考えですけれども、働く力、仕事をする力、そういう力を身につけて、それを高めていく、そういう学習活動だというふうに私は理解しております。ですから、自分の働く能力をですね、高めて、それで仕事をしていく効率を高め、生産性を高め、会社や社会に貢献していくという存在になっていくための学習活動だというふうに思っていただければいいのかなというふうに思っております。国の方でもこのように第11次職業能力開発基本計画というのを出しています。令和7年度までこういう計画に沿って予算をつけて実施しております。そういう中で個人個人がそういったものをどのように活用して自分の働く力、働く能力を身につけ、高め、それを評価してもらえるほどになるまで取り組めるか、そういう学習活動を継続していくことができるか、それが非常に大切なことだと考えております。それでは、そういう学習活動をどのようにしていくのか、具体的にどうやってやっていけばいいのか、というようなことをお話ししたいと思います。国の方では、職業訓練とか、教育訓練給付制度などを設けておりますし、また気軽に職業能力開発について相談できるような、施設もあります。そういったのを活用しながら学習活動を促進していく。そして能力を高めていく。スキルを高めていく。そして社会や会社に貢献できる人材として評価されていく。そういったことをやっていくということが大切だと思います。そのためには、まずしっかりと目標を立て、計画を立て、行動し、実行する。そして、その行動結果、実行結果をですね、検証して、どれぐらい自分の能力が、スキルが高まったのか、どれぐらい自分にとってそれが役立つものとして自分の資本といいますか、自分の財産としてしっかりと活用できるようになったのか、そういったことを検証しながらですね、取り組んでいくことが一番大切だと思います。学習活動ですから、しっかりと繰り返し、理解し、考え、行動し、検証し、そういったことを丁寧に繰り返していく。ただ単にやったから身についたというのでは
十分ではない部分があります。やはりやったことが身について、それをアウトプットできる、出力できる、こういうことができるようになった、実際にできるというところまで行って初めて自分への投資がうまくいったというふうに考えていただいていいのかなと思います。学習活動は非常に大変です。お時間のない方もたくさんいらっしゃると思いますし、そういう環境にないという場合もあると思います。その中でそれをどのように作って習慣化して結果に結びつけていくか。これは一人一人皆さん方が考え行動することです。自分のやり方で、自分の方法で、そして自分の能力やスキルを高めていく。そういう学習活動を進めていく。そういったことをやっていくことが非常に大切な時代になってきています。今、なぜそういう職業能力開発が必要な時代なのでしょうか。仕事に役立つ能力やスキルを高めていく必要性がなぜあるのでしょうか。それは現代の時代背景にあると私は考えています。皆さんもご承知の通り AI 時代です。人工知能が急激に発達しております。また IT 時代です。情報技術が非常に進んでおりまして、それを活用していくということが大切な時代です。それから DX、デジタルトランスフォーメーションの時代です。デジタル化で効率よく仕事ができるようになってきています。ロボットの時代です。ロボットがあらゆるところで活躍し始めている時代です。皆さんもご承知の通り、その変化の速度というのは非常に速い速度で進んでおります。5年後、10年後にはどのような時代が来るのか分かっている人は少ないのではないかと思います。急激に進歩している時代だからこそ、どのような5年後、10年後が待っているのか、非常に予測することが難しい時代になってきていると考えられます。その中で自分の仕事をする力、能力やスキル、それを高めていかないと、この時代に活躍できる人材として生き残っていくことが難しいというふうな時代背景があると私は考えております。先日もある会社さんにお伺いしたら、1分単位で勤怠管理を行い、そして給与に反映させているという会社さんがありました。朝出勤するとピッ、休憩時間の前にピッ、休憩時間が終わるとピッ、そして仕事が終わるとピッ。こうやって勤怠管理をすることによって給与計算まで1分単位で自動的に計算ができるというシステムを取り入れている会社がありました。非常に効率よく仕事ができていると。それをもとにしながら一人一人がタブレットを持って経費精算などもやっています。そういうところが非常に今劇的に変わっているところです。そういったことを認識しながら
自分自身の能力はどうあるべきか、自分のスキルはどうあるべきかを考えていく必要性があると思います。そういう時代背景があるということを考えて、どのような学習活動をしていくのかということが私たちに課せられている課題だと私は考えています。職業能力開発、学習活動についての、具体的な例としまして、私はハローワークで職業訓練受講者の職業相談や教育訓練給付を受けようと考えている方の職業相談などをやってきました。いろいろな方がおられました。一人一人考え方が違いますし、一人一人行動パターンも違います。その中でやはり相談をしていて、この方は素晴らしいな、こういう考え方を持ってるなという方がやはりおられました。その方々はやはり行動パターンとして目標をしっかり立てて、その目標を達成するために計画をきちんと立てる。そして実践する。実行する。で、その結果をですね、本当に細かく検証し、課題を見つける。そしてその課題を解決するために、また計画を立てて実行し、検証するというようなやり方をやってた方がいらっしゃいました。非常にそういう方を見てると、能力が高まっていくことをひしひしと感じますし、本当に結果として、職業能力が高まったと。学習活動もしっかり行っていった中で、いろいろなことを吸収しているなということが分かりました。やはり職業訓練を受けるなり、教育訓練給付制度を利用して学習活動をするなり、その目的なり、その成果なりをしっかりと考えながら行動していかないと、ただ単に受ければいいというような形では、あまりいい結果にはなってなかったなというのが私の印象です。本当にこの学習活動を通じて、しっかり能力やスキルを高めて、それを仕事に役立てていくんだという気持ち、そういう心構え、そういったものがないとなかなか職業能力開発は自分のものになっていかないというのは事実だと思います。私もそうなんですけれども、研修を受けて、ただ研修を受けっぱなしということでは、その受けた研修の内容が本当に身についているのかどうなのか、非常に疑わしいところもあります。ですから、研修などを受けると、やはりその研修内容について考え、その研修内容について自分なりに少し書いてみる。自分はこういう考え方で、こういうふうに思うと。研修の内容はこうだったけれども、自分はこういう考え方を持っているというような訓練をしていくと非常に効果があります。ですから、職業能力開発をしている間、学習活動をしている間は、常にそういう意識を持って、これはどういう意味なんだろう。これをやることによってどういう結果が出るのだろうか。これはこういうふうに応用できるのだろうかとか、いうことを常に考えていく。そういう考える習慣をつけていくことが非常に大切だと思います。職業訓練校行っている方で予習し、
訓練を受け、復習し、そしてプラスアルファ、その訓練内容について、さらに学習を深めていくということを、訓練期間の間にきちっと繰り返しやった方は、非常に高い成果を上げています。結果として、いい就職先を見つけていかれた方もたくさんいらっしゃいます。そういった意味で、考える習慣をつけて何事も取り組んでいく。それが職業能力開発につながっていく。そういう能力やスキルを高めていくことにつながっていく。そういうふうに考えていただいていいのだと思います。特に先ほど話した通り、AI 時代などの時代背景がありますから、コミュニケーション能力は非常に必要です。このコミュニケーション能力を高めていくためにも、常に考えて言葉を発する。常に考えて相手の話を聞く。という訓練をしていくと、非常にコミュニケーション能力が高まってきます。それを1年、3年、5年というふうにやっていかれると、非常に大きな能力として返ってくるかと思います。そういったことも少し気をつけながら取り組んでいかれるということが非常に大切ではないかなというふうに思っております。今回は職業能力開発の概要についてお話をさせていただきました。次回は職業能力開発の具体的な話をさせていただきたいというふうに思っております。もしご興味があったり関心がある方がいらっしゃれば、チャンネル登録をしていただき、ぜひとも視聴していただけるとありがたいと思っております。本日はありがとうございました。